皆さん、こんにちは。ヤブデッサン講座の藪下です。初級編第4回目の課題はレンガです。デッサンでは、形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などなど、表現するものは多々ありますが、特に今回はここに注目してデッサンしましょうという形でテーマを設定しています。今回のテーマは3つあります。1、二点透視図法による直方体の形の描き方。2、直方体における明暗の表現。3、レンガの材質感の表現。1の形については、二点透視図法の約束を守ります。2の明暗表現は、初級編第1回の立方体の明暗表現と同じです。3の材質感は、レンガらしい土を焼き締めた感じ。また、温かみのある硬さを表現します。レンガはこれですが、書き出す前にレンガを手に取り、大きさや縦横高さの長さの比率、重さや表面のざらついた感じ、両線のガタガタした感じを確かめてください。特にレンガの重さや手触りは持ってみなければわからないものですから、十分確かめてください。レンガに魅力を感じれば締めたものです。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。二点透視図法の描き方に不安のある方は、準備編4の二点透視法による立方体の描き方を説明欄に挙げておきますから、そちらを参考にしてください。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの H から 5B までの濃さの鉛筆を使いました。左斜めから動画撮影している関係で遠近感が少し大げさについていますが、そこは考慮してみてください。動画の再生速度は2倍速です。また、制作時間は2時間30分でした。この動画を最後まで見れば、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。それでは、レンガのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。実際のモチーフより小さくならないように、少し大きいくらいがいいです。当たりを書くときは、大体の大きさと位置を決めるのが目的ですから、測ったりせずに見た目の感覚で書いていきます。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、肩から動かすつもりでスピーディーな線を描きます。この時に注意するのは、レンガの影のできる側の空間を反対側よりも広く取ります。このデッサンでは、右側の空間を左側よりも広く取っています。また、上下の空間では、下側の空間を上側の空間よりも広く取っています。デッサンが描けてくると、レンガの材質感や重さも表現され、レンガが重力で下に沈んだように見えて、下側の空間が窮屈に感じられるのを防ぐためです。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてレンガの位置を決めます。描く大きさと大体の位置が決まったら、レンガの手前の縦の両線から描いていきます。この両線は垂直線で、画用紙の縦の縁と平行です。次に、台紙に接しているレンガの底面の左右の両線を描きます。この両線の傾き具合で、どの高さからあなたがレンガを見下ろしているのかが決まりますから、少し慎重に角度を決めていきます。最初はレンガをしっかり見て、自分の感覚で両線の傾きを描きます。次に測り棒を使って両線の傾きを検討します。次に、レンガの真ん中の左右の両線を描きます。形の線は1本目でうまく描けなくても消さずに上から2本3本と描いていけばいいです。次に、レンガの左右の縦の両線を描きます。
次にレンガの上面の一番奥の稜線を描きます。モチーフをしっかり見て、自分の感覚で稜線の傾きを描きます。次に測り棒を使って線の傾きを検討します。測り棒で傾きを測っても絶対に正確というわけではありませんから、何度か検討してみても何かおかしいと思うときは自分の感覚の方を優先させてください。レンガの大きく欠けている部分の形も書いておきます。これで形は完成ですが、二点投資の約束が守られているか再度確認します。もし形におかしなところがあれば修正しておいてください。でも最初からあまり形にこだわりすぎると疲れ果ててしまいますから、そこそこで構いません。形が書けたら不要な線、形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。レンガの明暗を書いていきます。使用する鉛筆は、明るい上の面は HP から 2B、中間の明るさの左側面は B から 3B、暗い右側面は 2B から 5B、台紙上の影は H から 2B を目安に、薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきました。形が書けたらレンガの明暗を書いていきますが、まず最初にどこから光が来ているのか、光源の位置を確認しておきます。次にレンガのどこが一番暗くてどこが一番明るいかを確認します。まずレンガの一番暗いところから書き始めます。2B の鉛筆から使っています。レンガの角面は平面ですから直線を使って書きます。直線が曲がってしまうと平面ではなく曲面になりますから、いつも直線を引くことを意識します。また書き始めはできるだけ長い直線を引きます。線は素早く引き、往復させないように一方通行の線で書きます。手前の欠けている部分の色の濃いところも面の形を意識して書き始めます。明暗の大きな変化は面の変わり目にできますから、そこを中心にデッサンを描いていきます。特に一番手前にあるこの大きく欠けているところとその近くの面の変わり目の稜線付近を他の部分よりも一歩先んじてデッサンを進めます。稜線の欠けている形によってできる明暗の変化をアクセント的に描いています。明るい上の面も描いていきます。角線の方向はレンガの縦横の両線に平行な線と、この点を中心に三角形を描くような斜めの線を使います。その他の方向の線もデッサンに変化をつけるために多少は使います。レンガと台紙の境目にできる接地面の影、台紙上にできるレンガの影も描いていきます。台紙上にできる影はレンガの底面の左右の両線と水平線との間の角度の線を使います。水平方向の線を多用して変化をつける程度に角度のある線を使うのが良いと思います。影を描写するコツは台紙の平面的に広がる平らな形を描くつもりで描きます。大まかな明暗を知りたいときは目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めてみてください。デッサンは全体を同じ完成度で描き進めます。仮に完成度 30% なら明るい面も中間の面も暗い面も台紙上の影も全部 30% 描けてないといけません。そうすることでモチーフとそれが置かれている台紙、
モチーフの周りの空間も同時に意識できるようになります。ただし、一番強く描くところ、一番自分の方に出っ張っているところや、一番暗いところ、一番色の濃いところは、他の部分よりデッサンが多少先に進んでいても構いません。稜線付近の欠けている部分の濃い影を強めています。この段階では長い直線を使ってレンガの3つの面の明暗を描いています。目を細めて大きな明暗を確認しながら描いています。線が描きづらければ描きやすいように画用紙を動かしてもいいですよ。レンガの3つの面の明暗は分かりやすいですが、1つの面の中の四隅と真ん中の5箇所で明暗を比べてください。1つの面の中でも明暗にかなり変化があります。藪下は原則として各面の明暗を暗い順に1番から5番というふうに考えています。ただし、光源の位置、背景の色との兼ね合いで、この順番はよく入れ替わることがあります。その場合でも1番から5番が同じ明るさ、暗さになることはありません。そして台紙から跳ね返る反射光があるため、レンガの側面は台紙に近い方がその上部より明るくなっています。接地面の影も描いていきます。両線の欠けている部分にできる暗さをアクセント的に描いています。暗い部分に強調的な暗さを描きます。左側の接地面の影も忘れないように描いていきます。小さなところも単に明暗を追いかけるのではなく、形をしっかり見定めてください。明暗の変化があるということは、そこに形の面の向きの変化があるということです。小さな形で描いていくのは大変ですが、神は細部に宿るという言葉があります。小さな形こそしっかり見定めて描いてください。鉛筆を動かしている時でも頭を動かさずに目線だけはモチーフと画面を往復させ、明暗を常に検討してください。全体が同じ完成度になるように描き進めます。各面の明暗差、同一面上の明暗差に注意して書き進めます。書くことに夢中になってはいけませんよ。しっかり見ることに夢中になってください。奥の稜線も暗く見えている部分にアクセントを入れながら線に強弱をつけて描いていきます。レンガと台紙の接するところに濃い影、
接地面の影ができます。その影を先の尖った B の鉛筆で強めに描きます。この接地面の影を描くことで、レンガと台紙の区別がはっきりして、レンガのものとしての存在感が強まります。接地面の影は手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くなるように描きます。また、両線の掛けはレンガの特徴ですから、実際より少し大げさに描きます。レンガの両線付近の欠けている明るい部分を先を尖らした練りゴムで明るくしています。両線付近の形と明暗の変化がレンガの一番の特徴ですから、小さな部分ですがしっかり観察してください。明暗の変化は光の方向と形の面の向きの違いによってできます。練りゴムで明るくした部分の形を書き加えて両線を強めています。必ず明暗とともに形を意識してください。レンガのもう一つの特徴は、上の面の小さな砂粒や天井の傷やくぼみです。手前にあるものから描いていきます。砂粒を尖らした練りゴムで明るくしています。両線付近の特徴的な形の明暗を書き込んでいきます。微妙な明暗の変化を書くことで、レンガの質感も表現されます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いてみることで、自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして改善点をしっかり確認してからデッサンを再開します。デッサンが完成に近づくにつれ、この作業を何度も繰り返します。
小さな砂粒も形として捉え、陰影を描くことで立体的な存在感が出てきます。小さな形で描きづらいですが、先の尖った鉛筆を使って頑張ってみてください。短い線を使って色味の変化を描きます。デッサンは細部を書き込んだり、全体の明暗を調整したりと、細部から全体へ、全体から細部へと行きつ戻りつしながら進んでいきます。今書いている部分がモチーフとそれが置かれている空間の中のどこに位置しているのかを見ます。自分の目からの距離を意識して書き込む強弱をつけ、モチーフの立体感やそれの置かれている空間を表現します。要は、自分に近いものは強く濃く、遠いものは弱く薄く書きます。最初は難しいかもしれませんが、いつもそれを意識するようにしてください。細部を書き込むことでレンガの材質感をより強く出していきます。明暗の変化の原因は光に対する面の向きの変化ですから、常に小さな部分でも形を意識して書きます。そこを平らにした練りゴムを影の周辺部分の濃くなったところに押し当てて輪郭線をぼかします。さらに手前を中心に細部を書き込んでいきます。書き込んだり練りゴムで明るくしたり、行きつ戻りつの微調整が続きます。このあたりが最後の頑張りどころです。細部を書き込むことでレンガの材質感や存在感がより確かなものになります。
手前の稜線付近の書き込みが続きます。全体の明暗、レンガの各面、接地面の影、台紙状の影、レンガの稜線付近の形の変化、上の面の線状の傷やくぼみ、砂粒の明るさなどに注意して書き進め完成させます。はい、皆さんいかがでしたか？皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんがレンガのデッサンをぜひしてみてください。今日は初級編第4回目の課題としてレンガのデッサンをしました。今回のテーマは3つありました。1、二点透視図法による直方体の形の書き方。うっかりすると逆円記になったりしますから、箱状のものを書くときはいつも二点透視図法の約束が守られているかを確認します。応用範囲が広いですから、しっかり理解しておいてください。下の説明欄に関連動画を上げておきます。2、直方体における明暗の表現。レンガの3面の明暗は光源との位置関係で決まります。また各面の明暗は台紙からの反射光やレンガの背景の明暗を考慮して面の四隅と真ん中の5箇所で検討します。3、レンガの材質感の表現。レンガの材質感の表現には、稜線付近の大きく欠けた形、稜線のガタガタした形や上の面の線状の傷やくぼみや小さな砂粒などの表現が必要です。デッサンを始める前にレンガを手に取り、形や色や構造や手触り、重さなどを十分に確かめて、レンガの特徴的なところはどこかを自分の中で明確にしておくことが材質感の表現につながります。レンガのデッサンの説明は以上です。次回の初級編第5回はトイレットペーパーのデッサンをします。この動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひお願いします。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。